ケージの新しい領域を開けるんじゃないかなと思って。ボタンエビ史上最高の調理法。もしかしたらブリらしさって思われてるのはブリの臭みだと思ってもらってもいいんじゃないかな。美味しいです。いらっしゃいませ。あいらっしゃいませ。一発目なんであえて白子焼かずに蒸し白子っていう感じにしてます。はい。オープンって2019 2019年にもう5年目ですか今。5年目に入りました。おめでとうございます。ありがとうございます。早いですね。はい、ちょっと身の方軽い昆布締めにして皮の方炭火で炙ってごさせていただきました。美味しい。何切れで1尾分。3切れで1尾。うわ最高食感。プリンプリンで身が締まってる。筋肉質だけどムチムチしてる。やばいです。皮目がやばいです。フレッシュです。バリバリフレッシュです。それでこんな脂あるんですね。はい。肝と自分の組み合わせは合うな。寿司あきらといえばこのボタンエビ。ちょっとやばすぎる。ボタンエビ史上最高の調理法。強火の近火です。もう炭のめちゃめちゃ高い温度で一気に焼き上げてるんで、こういうちょっと表面は固まって熱くなるんですけど、中はそこまで火が入りきらない。ゆっくり焼いちゃうと中まで火が入ってっちゃうんで。カニの甲羅、味噌とガニ以外全部使って、カニを丸々お出汁にしてご説明いただきます。うわ深っ。うわ余韻やばいですねこれ。旨味が増幅してる。これ反則ですね。全部同じ魚体です。今日は、塩釜のハエ縄のマグロです。
美味しい。美味しいです。ありがとうございます。程よいですね、油が。切れ味は結構さっぱり。食も料理もそうです。はい。食べたらなくなるじゃないですか。器ってずっと残るじゃないですか。はい。だからなんかそこがすごい大きな違いだな。だからその逆にその儚いものに対する憧れみたいなのすごいあります。あ多分逆にそう魚を作る人は残るものに対する憧れみたいな多分ある気がして、あ。ありませんなんかすごいありますね。残るものをこはいう作ることのなんか、はい、あります。うまっ。うまっ。後味さっぱり。中トロ、大トロ、赤身の3連発もオープン当初から。そうですね、もう変わってないです。はい。相当包丁入ってる。美味しい。イカがシャリを吸い込んでるのがなんでこんだけ包丁入れるんですか。まあ米粒と同じぐらいになったらいいな思いで。はい。のどぐろ薄切りにしまして、中にシャリを入れて、上から自家製のポン酢をかけて。脂乗ってますね。ここでヒラメって面白いですね。カッと白います。なんか最初よりもその中盤に来るとグッてなるんですよ。余計に際立つというか。際立つというか、やっぱ全部が寝かしてなんか柔らかいネタとかだとお寿司って面白くないんで、はい。なんかこう一つ一つこう魚の食感の違いみたいなものはやっぱ感じていただきたいなと。まだ弾力がありますね。弾力がめちゃめちゃあります。生命力を感じます。さっぱりですね。ブリ自体。これが神経締めした良さで、もしかしたらブリらしさって思われてるのはブリの臭みだと思ってもらってもいいんじゃないかな。すごいクリアですね。クリアです。クリアですね。はい。うまいっす。実際鮭が大きくなる前のやつがちょっと大人に紛れて回遊しちゃったやつです。食感の揺さぶりがすごい。生締めのケージが入ったって言われたんで、ほちょっと買ってみようかなって思ったのと、あとは最近ちょっとこの去年年末にうち凍眠という最新型の冷凍庫を導入しまして、瞬間冷凍する機械を導入したんで、ちょっとそいつとこいつが相性いいんじゃないか、細胞壊さずに極力壊さずに冷凍できるんで、やっぱ鮭系って一回冷凍かけないとやっぱアニサキスとかが入る危険性があるんで、必ずサバ、鮭系は冷凍するんですけど、そういう意味ではケージの新しい領域を開けるんじゃないかなと思って。でも桜っぽいっていうのはすごいわかる。めっちゃ味濃いですね。カニ。カニ自体はなんか味付けとかしてるんですか。もう味噌とあえてるだけです。切り付けがかっこいいなまた。うまっ。ちょうどいいわ。半身にしてはい。こういって広げてる感じ。アシンメトリーな。足目。
はい毛ガニからの小肌ってすごいレアですね。なんですかね、カニス的なポジションにしようかな。温度感でいうと小肌はやっぱ冷たいんで、その冷たい小肌に対してのあったかいカニっていうのって意味での温度感の抑揚もつくかなっていう部分ですよね。味わいのテイストも全然違うので。まっ、食感最高っすね。ありがとうございます。低温調理してその後一回開いたこの内側をハマグリの出汁でしゃぶしゃぶにして、内側は100度で火入れするっていう形にして、また全然赤貝の食感が違う。柔らかいけど硬い、硬いけど柔らかいけど硬いような気がする。でも噛めば噛むほどなんか出汁が染み出てくる。すんごい濃いですね。ハマグリってこれこうなってるんですよ。こうなってるのを包丁で開いて開くじゃないですか。でこれ全部こうやって全部開き終わったら今度出汁で後で漬け込むんですけど、この漬け込みっていう仕事をするんですけど、その前にこう煮汁を詰めてる時にこの裏側をひっくり返してこっちとこっちくっつけて綿のところだけしゃぶしゃぶしてます。このここ側が今内側ってことです。あ、綿側。内側です。はい、ここが臭いんで、ここが臭くならないように2段階に分けてちょっと火入れをするっていう。アナゴは飲み物。いつアナゴドリンク。甘いですね。これもマッチョですね。愛媛のあそこはやっぱ塩が早いからこういうのが筋肉質なのが多い。なんかちょっといわゆるなんか普通の江戸前で食べるパキッとした炭イカとはまた違いますね。一尾漬けになります。なんですかこの食感。プリッとしてるんです。味が違う。いつもの赤貝と塩がすごいですね。海苔の香りがすごい。うまっ。でも本当かんぴょう巻きってギュッと巻いて、ちょっとまああんまあったかくないというか、そうです。なんか手巻きの方がやっぱりなんかライブ感があるというか、なんか味に。あったかいのはすぐ食べてもらわないと浮かれてしまうという意味が一番手巻きが一番。そこはまあないし。でもこれ一口で言っていただくとアイスの
もっちり感がよりこの卵焼きのふわふわ感が際立つんですよ。了解です。お米で作ったならではの質感が出ると思うんで、ぜひいける人は一口。確かになんかもちもちしてる。もちもちアイスがもちもちしてる。はいもちもちなんでこんな黄色いんですか？黄色いのは卵が入ってるからです。お米のやっぱお米のでこの粘りなんですか？食感がの強弱がすごいですね。そうですね。順番の。魚らしいその食材のやっぱ食感を感じてもらいたいですね。塩締めだけですか？塩締めしてお酢は洗うぐらいです。酢洗い。はい。弾力がありますね。弾力がめちゃめちゃあります。生命力を感じます。はい。うわすごい。エネルギーがあるというか。郷土れでしたっけ？ヒラメ郷土。取れたのじゃなくて締めたのが京締め。こっちに持ってきてから締めた。あ、そうです。水槽付きの車で持ってきて。で、豊洲で。豊洲の魚屋さんが締めた。そうです。もともと和歌山ご出身で、ゆくゆくは和歌山に帰ってみたいな話あるんじゃないですか。そこはでもしばらくはまだでも東京でチャレンジっていう感じなんですか？東京でチャレンジというか、東京で修行してるというか、お店はやってるんですけど、私の中でまだ全然修行が続いてると芸言いますか。術的なこうマインドの東京にコストが江戸前寿司の最高峰でありあ一番お客様も厳しいですし、寿司の幅を広げられたらいいんですけど、まあ芸術ベテランの職人さんたちと同じようにいつも安定感のある酢飯を作って、いつも安定感のある味を思い描いた味を作り上げることが一番大事かな。それができるようにもうちょっとなってから地元でお店をやったらまた新しいことができるから寿司がワクワクするような、そういう新しいことができたらと思います。今日も心打たれました。ごちごちそうさまでした皆さん。ありがとうございました。ミシュランで星をている店出身で、今うちで働いてくれてる方もいらっしゃって、その方ももちろん大活躍。新卒で入った一切寿司をやったことのない2年やってない人間もいるんですけど、それも大活躍です。よいしょよいしょよいしょ。汐留に1店舗、渋谷のスクランブルスクエアの、その2階、実質地上階なんですけど、そこで立ち食い寿司がオープンする予定